皆さんこんにちは、まさとです。すみかです。私たちはカナダのバンフという町に住んでます。今日は記念すべき YouTube1 本目の動画ということで、バンフの街の様子、バンフの街の楽しみ方を紹介していこうと思います。バンフのダウンタウンの入り口の交差点がここです。バンフアベニューっていう大通りと、あとウルフストリートっていうストリートが交わっている場所です。バンフの街は北側にホテル街があって、南側にダウンタウン、レストランとかお土産屋さんが集まっています。観光に来た時はまずはここからバンフの街並み歩いていくようになります。バンフの中心にある何でしょうね、ちっちゃいショッピングモールみたいなのがこのカスケードショップなんですけど、上にカナディアンブリューハウスかなっていう、ブリュワリーかな、カナダ中のビールが楽しめる、そんなお店も入ってます。でカナダといえばこのルーツっていうブランドです。ビーバーのロゴがついた、カナダのウェアブランドの、お店、ぜひここもね、カナダ中にこのお店あるんですけども、こんな感じ見えるかな、バンフバージョンのフーディーとか、あと T シャツとかもあるので、お土産なんかにもちょうどいいと思います。なので今日は3月の終わりなんですけども、街中かなり混雑してます。日本の観光地の混雑ぐらいに比べると全然ですけども、これでもかなり今日は混んでます。でバンフの、このバンフアベニュー歩いていると、このパークデスティリリーっていうお店があります。パークレストランって検索したら出てくるんですけど、ここバンフで一番人気と言ってもいいお店です。デスティリリーって蒸留所っていう意味で、ジンとかそんなのをこの中で作ってるんですけど、料理も美味しいです。どこかバンフで一番おすすめのレストラン、ぜひ来たら絶対行ってほしい場所ですね。でバンフの街って人口が8000人です。実はすごくちっちゃいんですけど、ダウンタウンもだいたい2ブロックぐらいだから、なので、観光に来た時とかは、だいたい半日あれば、ぐるっと一回りすることができます。でもお土産屋さんとかおすすめのカフェ、これからどんどん紹介していこうと思いますけど、いろいろ見て回るとなんだかんだ1日、バンフの街中観光とか時間があると、ちょうどいいんじゃないかなと思います。1日あった方がいいね。ここがバンフアベニューとカリブーストリートっていうストリートが交わっているバンフのダウンタウンの中心です。この目の前に見えるのがスターバックスとかが入っているところで、ここが漫画のワンピースのチョッパーの、ふるさととして描かれている場所として最近話題になったりします。でこのスターバックスにバンフ限定のマグカップなんかもあるので、ぜひ結構人気ですぐ売り切れるんで、見つけた時は集めている人はすぐ買いましょう。どっち？でこんな感じでバンフアベニュー沿いはもうずっとお土産屋さんとか、あとアウトドアショップ、レストランなんかが、並んでます。ここはモノドスポーツっていう、アウトドアショップです。地元の人が結構買い物、アウトドア用品買ったりするようなお店で、カナダ発祥のブランドのアークテリクスなんかも結構、取り揃えてます。日本だと入手困難みたいなので、バンフに来たら行ってみてもいいと思います。こんな感じでバンフ晴れたり週末とかになると結構人が街中を歩いてます。でこれから夏になっていくと、どんどんまた人が増えてくるという感じの街です。でバンフに来た人がよく写真撮るのがここですね。バンフアベニューのど真ん中から目の前に見えるカスケードマウンテン、だいたい標高が2996メートル、3000メートルないぐらいの山をバックに写真を撮ることができます。ちなみにこの山登れるんですね。でここは茶屋っていう、ここも日本人がやってるお店で、うどんとかカツ丼、あとはカレーなんかも食べることができるお店です。ちょっとメニュー見てみましょうか。こんな感じ。ここも日本食が寂しくなったら、来てみてもいいんじゃないでしょうか。
で一応世界のマクドナルドなんかもしっかりバンフにあります。この辺はちょっと食費を抑えたい時とか安心ですね。でカナダのマクドナルドマーク見てもらうと、この M の真ん中にメープルリーフが描かれてます。これもカナダのマクドナルドの特徴です。でバンフアベニューを南に下っていくと、ここバンフアベニューブリューイングカンパニーっていう、ブリュワリーですね。バンフの中には2つブリュワリーがあるんですけど、その中の1つバンフアベニューブリューイングカンパニーっていうのがレストランですがあります。私たち超ここ行きつけです。週に1回ぐらい来てるんですかね。なので、ここ夏になると、ここ分かりますか？ここがパティオ席になるので、めちゃくちゃ景色いい中、バンフの地ビールが楽しめるんで、かなりおすすめです。でバンフの街を抜けてきて、今ここ、バンフのダウンタウンを抜けるとこんな景色、やってきます。ここボーリバーですね。ボー川です。で奥に見えてる山はこのかっこいい切り立った山、これマウントランドルっていう山なんですけど、標高が2950メートルぐらいで、この山も実は歩いて登れます。これ往復11時間ぐらいかななんですけど、これもバンフに住んでたら一度は登った方がいい山っていう風に言われている山です。いや、それにしても今日はめちゃくちゃ天気が、このカナダ国旗とカスケードのコントラストもいいですね。いや、こうやって天気が晴れるとすごく気持ちがいい中を散歩することができます。このチャックスステーキハウスっていうのはバンフで一番美味しいと言われている、ステーキハウスです。ちょっとお高めなんですけど、ぜひアルバータビーフ、ここの名産品、食べたいなって思う人はぜひこのチャックスステーキハウス、ここ、おすすめです。でここはカナダで有名なルルレモンというヨガウェアのブランドです。女性、カナダの女性みんなレギンス履いてるんですけど、あれ大体このルルレモンのブランドです。ちょっと高いんですけど、せっかくカナダに来たら自分用に買ってもいいんじゃないでしょうか。でちなみにこんな感じのこれボディバッグっていうんですかね、こんなのもカナダの特に女性がいっぱい使ってるんですけど、これ大体ルルレモン、すごくチャックが開けやすいんで、これもそんな高くないんで、おすすめだと思います。そしたら今度はバンフの中心にあるスターバックスから、カリブストリート、バンフで一番美味しいレストランが集まると言われているカリブストリートを歩いていきましょう。で最初に見えてくるのがこの、ブロックキッチン&バーっていう、お店です。ここかなり人気です。お店自体はちっちゃいんですけど、人気すぎてなかなか入ることができない、しかも予約することもできないので、来るときはなるべく早めに行くといいと思います。でこのウナピザっていうお店も、ピザ屋さんですかね。ここもかなり人気の、お店です。で今度見えてきた、これいつも何て読むか分かんないですけど、トゥールルーズっていうお店、ここは朝食かな。朝食が結構人気です。でこのカリブストリート、今普通のただの道になってますが、この辺り、バンフアベニューっていう大通りもそうですけど、夏になるとだいたい5月下旬から9月の終わりぐらいまで歩行者天国になりまして、道沿いの各お店がパティオ席を出すと、外で料理を楽しむことができるので、これから夏にかけて来る人なんかはそんなのを楽しんでもいいと思います。バンフアベニューを1本外れてベアストリートっていうストリートにやってきました。ここにも結構、レストランとか、あとはカフェ、なんかもあるので、ここもこれから歩いていきましょう。でこのスリーベアーズっていうお店もバンフのもう一つの、ブリュワリーです。この中でビールを作ってます。でここも結構人気のお店で、パティオ席なんかもあったりして、
特にこれから夏にかけては本当にぎわうお店です。お店の中もおしゃれだしね。でバンフの街を歩いていると本当いろんな、国の方、人種の方が街を歩いてます。なんなら英語の方があまり聞かないみたいな、中国語だったりスペイン語、フランス語、それぐらい世界中から来てる街です。街を歩くだけでもこう海外来たなみたいな、そんな雰囲気味わえると思います。でここはバンフで一番人気のワイルドフラワー。フラワーって花が書いてあるけど、これ小麦粉のフラワーです。でここはベーカリーも併設されてて、本当かなり人気です。中にも座席なんかがあったりするので、コーヒーの味はちょっと苦めかな。そんな感じでバンフの人気のカフェです。ぜひ、モーニングとかで立ち寄ってもいいんじゃないでしょうか。はい、それではこんな感じでバンフのダウンタウンをぐるっと、だいたいゆっくり歩いて2時間ぐらいかなで一周できるんですけども、回ってきました。でこんな感じで、これからカナディアンロッキーとかバンフの楽しい情報をどんどん、発信していこうと思います。で今日はダウンタウンだけだったんですけど、バンフの街から歩いて行ける範囲には、ゴンドラとかがあったり、あとは温泉かな、水着で入る温泉があったり、あとはボーフォールズっていう滝ですとか、あとはトンネルマウンテンっていう地元の人がちょっと散歩程度で行って帰る、そんな山、そんな楽しみもあったりします。でこれからもどんどん楽しい情報をアップしていくので、カナディアンロッキーの旅行を計画している方とか、あとはバンフに住んでみようっていう方に、お得な情報になればなと思います。でハローバンフっていうウェブサイトもやっているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。